こんにちは、斉藤直樹です。今日は最強の上達法5選ということで、これを意識すると絵が上手くなるっていうコツを5つ紹介していこうと思います。絵ってですね、とても複合的な技術の塊なので、どうしても1つだけを意識しても、なかなか上手くならないことってあると思うんです。上達にはデッサン、基礎、色彩、いろいろなことを同時に意識しなきゃいけないって言われてますよね。でもどこを意識すれば、速攻で絵が上手くなるのかよくわからない。やってみたけどそんなに効果なかった。そんなことって多いと思います。今回はそんな絵のお悩みを抱えている皆さんに、ここを意識すると、とにかく絵の見栄えが高まるよという最強のコツを5つお伝えしていこうと思います。この動画を見ていただければ、見た後にすぐに実行できる上達のポイントを知っていただけて、次に描く自分の絵を1段階ググッと引き上げられると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それともしですね、自分は基礎的な部分からしっかりと積み上げていきたいんだっていう人は、こちらの動画講座、1ヶ月で絵が上手くなる動画、イラスト上達プログラム、そしてそのアドバンス講座、6日間でステップアップ、イラスト上達秘伝の書がおすすめです。どちらも英語翻訳をはじめ、25カ国の翻訳字幕がついています。興味がある方は概要欄の URL からぜひチェックしてみてくださいね。それでは、これを意識すると絵が上手くなる最強のコツ5選、いってみましょう。青をうまく使おう。最初に紹介するコツはこちらですね。これはキャラではなく背景を描く時のコツなんですが、いやでもこれはですね、背景といってもキャラを活かすため、目立たせるためにすごく重要なテクニックなんです。それは背景に青を入れて、青をうまく使おうっていうコツです。はい。どういうことなのか。こちらのイラストをご覧ください。全体をね、すごく丁寧に描かれていて、とっても素敵なイラストなんですが、これですね、背景もしっかり描かれているがゆえに、ちょっとね、背景の木がキャラクターと同じぐらい目立ってしまって、イラスト全体の印象をぼやかしてしまっていました。こういうことがあるから背景ってね、ちょっと難しいんですよね。しっかり描いたはいいんだけど、なんかキャラクターの印象まで食ってしまう。それがゆえになんかうまくいかなかったっていう経験がある人は多いんじゃないでしょうか。でも、大丈夫です。今紹介したように、青を背景にうまく取り入れることによって、この問題はね、解決します。こちらが僕が添削した後のイラストですね。はい、ドン。いかがでしょうか。キャラクターもね、結構変えてしまったので、一瞬そちらに目が行くかもしれませんが、キャラクターの浮き立ち方、目立ち方を見比べてみてください。添削後の方が、背景の木自体が悪目立ちすることを避けられて、キャラクターにスッと目が行くようになったのがお分かりいただけると思います。なぜこんなことが起きるのか。それはですね、この背景の木の色がポイントなんです。よく見てください。手前の木の色が、よく見ると、青になっているのがお分かりいただけると思います。木って青くなくね？青になんてしたら変になっちゃうんじゃないの？って言葉で聞いたらそう思われるかもしれませんが、でも実際に絵を見てみるとどうですか？青だからって変ですか？実はそんなことなくないですか？はい。むしろ青だってこと言われなければ気づかなかったっていう人って結構多いんじゃないでしょうか？そうなんです。絵ってですね、実は完全に固有色を無視して違う色を塗ったとしても、その中で明暗のバランスさえ整っていれば、意外とですね、何色でも絵に馴染んじゃうんですよ。これ面白いですよね。でもなんか、完全に固有色無視するの、私ちょっと怖いかもっていう人でも、例えばね、こんな感じで、元の色に青をちょっとだけ混ぜてみてください。するとね、一気に目立たせたくない部分が後ろに沈んでくれます。僕がね、なんで今回の絵でそんな風にしなかったのかというと、こうするとですね、全体的に背景が寒色になってしまって、それはそれでちょっと寒々しすぎたので、僕は背景の何もないところは黄色の暖色に振って、そして木に青色を当てはめて、木自体は目立たなくするっていうね、ちょっと今回はトリッキーな方法を取りました。背景に青を取り入れてキャラクターを目立たせる。このテクニックはね、すぐにでも取り入れられるテクニックですので、ぜひ覚えておいてくださいね。上半身は短めを意識しよう。さて、次のテクニックを紹介していきましょう。次の最強テクニックは、今紹介したものよりも簡単です。でも、効果は絶大。これはですね、絵柄にもよるんですが、特にアニメのようなデフォルメが効いた絵柄の場合には、上半身は短めにするっていうことを意識すると、バランスが取りやすくなって、見た目も良くなります。はい。こちらのイラストをご覧ください。黄色がね、印象的に取り入れられていて、とてもね、可愛らしいイラストですよね。衣装デザインもすっきりまとめられていて、とても素敵だと
と思いました。ただ僕は一点、ちょっと気になったところがあります。それは、胴体が長く見えちゃってるってところなんですね。いえ、もちろん、リアルな人間に照らし合わせてみれば、これは普通の体型だと思います。なんですが、絵にしてしまうと、あれなんか足短くねって、そう思ってしまうんですよね。不思議と。これですね、おそらく着ている衣装にも原因があって、特にワンピースを着ている場合には、足がことさらに短く見えがちというのがあるかもしれません。これですね、腰にベルトがあったりすると、意外とそれだけで足を長く見せることができるっていうテクニックも、ありますね。それはさておきとして、僕はこのように添削させていただきました。はい、ドン。ちょっとね、現実的にはおかしい体のバランスかもしれませんが、上半身をぐぐっと短くして、その分足を長く調整した感じです。いかがでしょう？現実を考えたらね、こんなバランスの人いないよって思いつつも、絵にしてみるとなんかこっちの方がしっくりきませんか？これはですね、デフォルメ特有のバランスかもしれませんが、こういったデフォルメが効いた絵柄の場合には、このように上半身をぐぐっと縮めることでバランスが一気に良くなることがあります。意外とですね、これでも控えめで、例えばアニメーション作家の花節さんとかは、かなり極端に上半身のボリュームを抑えて、で逆に体の先端に行くに従って、ボリュームをそこに持ってくるっていうことをしています。そのぐらい極端にやっても大丈夫ってことなんですね。これですね、絵を勉強していると、真面目な人であればあるほど、リアルな体型に引っ張られて、こういったね、デフォルメのことを忘れがちなんですが、ぜひね、今言ったこと、体のバランス、デフォルメ感、意識してみてください。このバランスをね、意識するだけで、かなり絵のレベルアップにつながるはずだと思います。好きな場所は大きくなりがち。さてさて、ちょっと次はですね、今お伝えした下の根も乾かないうちに真逆のことをお伝えするかもしれません。それは何かというと、これはね、注意が必要ですってことです。自分が好きな部分はそこだけが肥大しすぎてしまうことがあるので、そこは気をつけましょうってことです。はい。こちらのイラストをご覧ください。爽やかな色彩で男性同士の青春の姿を描いたとても素敵なイラストですよね。腕をね、こうガシッと合わせて、俺にもこんな高校時代あったっけかないやー、なかったなぁ。あったかなぁ。なかったような気もすんなぁ。なんてね、ちょっとこう、遠い目をしながら見てしまいました。いや、なんか高校時代ってね、ちょっとこう、微妙な時期ですよね。今思い返すと、いい思い出だったような気もするし、なんかでも、悪い思い出だったような気もする。なんかそういうこう、煮え切らないような時期でしたよね。いや、まあ、それも含めていい思い出か。まあ、そうかな。失礼しました。なんか、浸ってしまいました。ですね、それで、なんだっけそう。こういうイラストにはね、自分のフェティシズムが入りがちだと思うんですが、フェティシズムを入れるときには、入れすぎ注意ですよって話です。はい。よかった。戻ってこれた。はい。特に僕が気になったのは、目の涙袋の部分。ここがすごく強調されすぎている部分と、あとね、唇とか頬の赤みもちょっと気になりますね。あとは体型もちょっとそうですね。特に胸がめっちゃ強調されている逆三角形になりすぎているのと、あとね、首もかなり太く見えてしまっています。はい。今言ったところ、作者のフェティシズムが強調されすぎてしまっているので、爽やかな雰囲気を通り越して、なんかこう、ちょっと暑苦しいというか、ムンムンした色気の方が強調されすぎてしまっている感じがあるんですね。なので僕はこのように添削させていただきました。はい、どう？はい。どうでしょう？パッと見た感じ、色気はまあ確かにあると思うんですが、適度に落ち着いて、爽やかな印象の方に見やすくなった感じがお分かりいただけるのではないでしょうか。はい。僕はですね、今指摘した部分を全く消したわけじゃ実はありません。涙袋も実はアップにしてよく見るとわかるように残してありますし、唇の赤さも頬の赤さも、控えめにはしましたが、消してはいません。ちゃんと残しています。体型についても、胸は強調されすぎないようにはしましたが、元の体型自体は踏襲した感じで、少しね、控えめにしたような感じですね。はい。さっきはね、極端なデフォルメもありとお伝えしましたが、例えば今回のようにね、少し性的な魅力というか、フェティシズムに直結するような部分を肥大しすぎる、誇張しすぎてしまうと、それはね、暑苦しさにつながってしまう場合があります。ぜひ自分の好みを入れ込むときには、ちょっと今回はスパイス入れすぎてないかなってね、気にしてみてください。それだけで絵のレベルが一段階引き上げられると思いますよ。密度を真ん中に集めよう。次にお伝えしたい絵の魅力を上げる最強のコツ4つ目は、画面の真ん中に密度を集中させようってことです。はい。こちら
のイラストをご覧ください。これですね、もうとても完成度が高くて、めちゃめちゃ綺麗に仕上げられたイラストだと思います。もうこのままポストカードにして部屋に飾っておきたくなりますよね。お菓子とかもね、たくさん散りばめられていて、とても甘い雰囲気のする可愛いイラストだと思います。さて、ただですね、こういう色々なものがバーって散りばめられているようなイラストって、実は注意が必要なんです。なぜかというと、色々なものが散りばめられていることによって、なんか絵の主役がパッとしなくなってしまったり、視線があちこちに散らばってしまって、全体の印象が弱くなってしまうこともあるんですね。こちらの作者さんも、まさにそのことに悩んでらっしゃって、添削にご応募いただきました。まあでもね、ここまでしっかりと書き込まれていると、確かにね、じゃあこれ以上どうやったらいいんだよ。どうやったら見た目の改善ができるのってわからなくなってしまいますよね。はい。でも大丈夫です。こういう場合の解決方法は意外と簡単。画面の真ん中に密度を集中させることによって解決できます。はい。僕はこのように添削させていただきました。はい。どうでしょう。まあ、理屈はね、一旦脇に置いといて、パッと見た印象、すごく全体的に印象自体がこう、ぐわっと引き上がった感じがしませんか？はい。これですね、結構不思議だと思います。この前後、まあ、これ結構一生懸命見比べたとしても、そこまで大きく変わった部分って実はないように思いますよね。なのになぜか添削後の方が目に飛び込んでくる感じがしませんか？これが密度を真ん中に集中させるマジックです。ですね、これ実はめちゃくちゃね、細かいポイントを何個も合わせて、かなり丁寧に解説しているので、気になる方はね、ぜひ元の動画を見てほしいんですが、一個一個はですね、もう本当に細かい工夫の寄せ集めなんですよね。まあ、それでもね、例えば大きな部分で言うと、右上のカラフルな飴玉が詰まった瓶。これはね、ちょっと元のイラストは端っこに寄りすぎていたので、それを大きくして画面の中央に寄るようにしたり、あとは左下の目がバッテンのぬいぐるみ。これもね、端っこに来すぎていたので、顔をね、こう真ん中に寄せるようにしました。はい。あとはさらにですね、女の子の背中の羽に注目してください。羽の書き込みを少し上げて、紫のハイライトを付け足したことで、画面の中央に密度を持たせることに成功しています。このように、いろいろな部分をちょっとずつ調整して、端っこに散らばっていた視線を、ってね、こう真ん中に寄せてあげる。そうすることによって、見た瞬間に、うおーってね、視線を一気に引きつけるような、そんな魅力を生み出すことができるんです。このポイントはかなりハイレベルなポイントに見えますが、実はね、絵を描いていると一回は誰しもがぶち当たる壁だと思います。自分はこの悩みにまだ当たってないなっていう人でも、おそらくこの悩み、これからね、経験することになると思いますので、今からこの壁の越え方を知っておくことによって、そこで停滞すること、スランプをね、避けていただけると思います。そのためにもね、ぜひこの元の動画見てみてくださいね。筋肉を描こう。さあ、絵の魅力を上げる最強のコツ。最後のポイントはですね、ズバリ、絵が上手くなるためには筋肉を描こうってことです。いや、別にふざけてませんよ。筋肉を描くことで人は絵が上手くなります。はい。こちらのイラストをご覧ください。グローブを装着してリングの上でファイティングポーズを取るファイターのイラストです。よく見ると、ところどころに傷を負いつつも不敵な笑みを絶やさない強気な姿勢が伺えますよね。はい。素晴らしいです。ただ僕がちょっと気になったのは、筋肉の描き方についてです。筋肉の描き方って、実は大きく分けて、セパレーションとストリエーションがあると思っています。はい。セパレーションっていうのは、すごくくっきりした筋肉の分かれ目、分割線のことです。そしてストリエーションっていうのは、そこまでくっきりした線じゃないんだけど、鍛えている人に浮き出てくる筋のようなものです。これですね、よく、俺は筋肉描けるよ。筋肉得意だよ。とか言ってる人。実際描いている絵を見ると、セパレーションだけで描いている人がいます。はい。こんな感じですね。はい。まあ、別に悪くはないんですが、このセパレーションだけで描くとですね、実は筋肉としてはそんなにかっこよくなりません。なぜかというと、なんかこう、ギャグっぽい筋肉に見えるんですよね。じゃあどうやったらかっこいい筋肉が描けるのかというと、こうします。はい、どうも。ごめんなさい。ちょっとね、僕、筋肉描くの途中で楽しくなりすぎてですね、ボクシングの階級を何階級か上げちゃうぐらい、すっごいムッキムキにしちゃったので、そこは僕の落ち度なんですが、そこは一旦忘れて、筋肉の描き方にのみ注目してください。僕はさっき言ったセパレーションだけではなく、筋肉の筋、ストリエーションも意識して添削を加えてみました。この緑の線の部分がセパレーション。そして、青の線で描いた部分がストリエーションです。添削後の絵を見てみると、青
青色の部分で描いた部分は線ではなくて陰影で色でね、起伏を表現していることに気づくと思います。ね、なんか筋肉の分厚みが増して張りのある感じというか、存在感が増した感じがお分かりいただけるのではないでしょうか。そうなんです。筋肉ってすごく立体情報の塊なので、筋肉を描くことで物の構造だったり立体感だったり、ひいては存在感を出すためのめっちゃ練習になるんですね。もしね、ご自分の絵に存在感がいまいちないな、ちょっと薄っぺらになっちゃうんだよなって悩んでいたとしたら、それは筋肉を描くことで解決します。はい、筋肉は立体情報の塊なので、筋肉を描く練習をすればその能力に直結するからですね。ぜひね、このお悩みお持ちの方は筋肉を描く練習、ぜひ取り組んでみてくださいね。といったところでいかがだったでしょうか。今回紹介した上達のポイントを一つでも取り入れていただければ、あなたのイラストのレベルをぐぐっと高めていただけると思います。ぜひチャレンジしてみてくださいね。それとさっき紹介したハイレベル添削、気まぐれ添削181。何か足りない。でも原因がわからない。そんな時どうする？こちらもおすすめです。ちょっとした工夫の連続で、イラストの魅力を高める工夫が詰まった動画です。ぜひこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。